はい、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回も10分切れ負けでね、音声をですね、読み上げ音声を塚田恵梨香女流初段に今回設定してあります。あなたが後手です。はい、私今回後手番ですね。相手の方は四間飛車が開始得意戦法ということで。じゃあ8四歩に行きますかね。私は居飛車で今回行ってみます。相手の方はね、おそらく振り飛車だと思うので。あ、中飛車でしたね。ちょっとね、私、引き玉戦法とかやろうかと思ったんですけど、中飛車だったんで、やめてみます。はい。角道を止めるね、中飛車なので、最近は少し減りつつありますけどね、つの銀中飛車と呼ばれる形になりそうですね。船囲い。私は船囲いで。バランス重視の形ですね。はい。7八金が若干早いかなという印象です。理由としましてはね、7八金というのはこう飛車側をこう補強してまして、急戦に対してね、対応しやすい手なんですよね。で、私の方がこう急戦をやるようかどうかまだわからないような状態だったので、若干早いかなと。ただ早いと言っても悪い手というわけではないのでね、作戦、形は早めに決めてるというニュアンスでしょうか。で、5五歩ですか。ちょっと穏やかに指してますかね。同歩、同飛車とね、飛車交換してるんで、飛車先の歩交換して6七金と上がって、4三金と上がってね、はい。で、角を上がって、玉寄ってね。これで穴熊にするか、左美濃にするか、どっちにしますかね。穴熊がね、硬いんですけどね。どうしよう。左美濃という戦い方もありますね。穴熊にしてみますかね。左美濃もあります。3二銀と上がってね。5四歩はね、いつでも打てる歩なので、今のところこう打たずにね、指しております。5四歩打っとくのはね、普通です。非常に手堅い手なので。はい。居飛車穴熊。そうですね。で、相手の方はこう、ね、歩をついてという感じですね。上がる手もあるんですけど、してみますか。これ3二金と上がる形もね、以前の、解説でね、触れさせていただきました。これ1四歩ね、今回受けてみます。受けないで指す手ももちろんあるところですね。銀が上がって、ちょっと離れ駒ができて危なそうですが、現状は大丈夫ということですかね。はい、できました。さあ、どうしますかね。玉は私の方が、王様は私の方が硬いです。ただし、どこからね、選挙をつかむかという問題がありますね。角を上がると角を引くってことかな。この辺でこう打っとく手もありますね。角を、受けときますか、この辺でね、冷静に。そうですね、一局の将棋というかね、なだらかな将棋になりましたね、これね。どうしよう。3五歩同歩飛車寄ってちょっと動いてみますか、これね。これね、これは一気に潰すというよりはちょっと揺さぶりをかけていくような手です。角を7三角とか8四角と上がる手もあったんですが、7五歩から7二飛車でね、こう一歩持とうというね、ことですね。はい。これね、一歩持つことで、一応ね、多少狙いが出てきます。これね、このうまくいくか分かりませんけれども。飛車がこう7五にいる状態なので、今相手の方が考えているのは、例えばね、こう端歩をついて、こう香車を取ったりするとね、飛車を捕まえるような手があったりするんですけど、なかなかそれがね、現実的に難しかったということで、こちらの変化になりましたね。さあ、どうしますかね。角を上がりますかね。いやー、難しい将棋ですね。8四に上がる手もあるし、どっちもありますね。8四に上がる手もこう効いてくるんでね、8四に上がってみますか。これね、ずっとこう、敵陣に睨むという結構味のいい手ですね。居飛車側からね、注意しないといけないことは、本局は端歩を受けてるんですけれどもね、仮に端がこう突き越されてる形であっても、いつでもこう端攻めがね、振り飛車側としては切り札になるので、王様が硬いんですけど、穴熊硬いんですけど、やっぱり端攻めをね、いつでも来るかもしれないと備えておくことが大事ですね。はい。どこでね、来るかわからないんですが、必ずね、いつか来る端攻めがね、それに対する対応をね、考えておくという。
まあ、9八香は間合いを図った手ですね。なるほど。まあこれは3二飛車と回ってね、3筋の方交換しちゃう手もありますね。そちらでいってみますか。これはさらにね、こう3スコープ同々下でね、3筋の方も交換しちゃおうという、ちょっと欲張ってますね。まあ、6四歩とついて、駒をぶつけていく手もあったところです。はい。まあ、9八香が、なんていうんですかね、どちらかというと、一手ね、待機したような手だったので、私の方はね、まあ、そちらが待機するならば、まあ、少しずつ得を稼いでいきますよっていう考え方ですね。これも3五歩同同飛車といくことで、一気にね、銀冠を攻略するわけではないんですが、今言ったように3五歩同同飛車、3六3二飛車とね、もう一歩持つことで、まあ、ポイントが上げれるわけですね。で、その一手前が繰り返しなんですけど、9八香という手なので、まあ、待機する手に対してポイントを稼げば、まあ、得になるという、まあ、考え方ですね。はい。例えばね、9八香に6四歩みたいな手もあったんですけど、そういう手はね、場合によっては、まあ、かえってね、損になることもあるんですよね。相手に動かれてね。まあ、その辺解説編でできればと思うんですが、実戦はね、4五歩ときましたね。これはやっぱり許さんという手ですね。はい。自分はこちらだけ得するのはね、ちょっと許せないということで。どうしましょう。これで角を引くっていう打たせて取るピッチングありますかね。ちょっとやってみます。角を引くと、こう、小瓶を狙うってことですね。角引いてあんまり変わんないかな。どうだろう。ちょっとね、角引きやってみたいってですね。こう今、小瓶がいたので、今、角こっち聞いてるんですけど、まあ、ただ3五歩同飛車普通ですね。どっちがいいでしょうか。まあ、普通にいってみますか、3五歩同飛車でね。まあね、7三角と引いて、この玉をね、睨む位置に角を持ってくるっていうのをちょっと今考えました。それもあったと思います。で、これは自然ですね。飛車座を3筋もあったので、まあ、一歩交換しとくという。8四の角もね、非常にいい位置なので、まあ、7三角もいい位置なんですけれども、まあ、無理に動かさなくてもということですね。で、6四歩は手筋ですね。これやっぱり7三角と引かれる味があるので、6四歩ついておくことで、まあ、7三角の時にね、こう、クッションをね、敷いたわけですね。ただまあ、歩を損するので、もういよいよ戦いになりそうですね、これは。はい。これでゆっくりさせてしまうと、相手の方もね、今、歩を損してるんでね、繰り返しになるんですが。さあ、これは銀をぶつけますかね。引く手もあるんですけどね、銀をぶつけて同銀、同歩、同飛車。で、2五に一応回る手がね、相手の方として狙いとしてあるんですが、どうでしょうか。まあ、ありそうですね、銀ぶつけてく手もね。銀ぶつけて同銀、同歩、同飛車。まあ、銀を引けば冷静です。で、出てきますかね。思い切ってね。穴熊完成してるんでね。華々しくいってみましょう。これ多分同飛車だと思うんですよね。これ6四歩ついてるので、2五に飛車を回る狙いがあるんですね。2号です。すみません、8号ですね。失礼しました。これ1500逆なんでね、8号飛車と回る狙いがあるので、はい、同飛車かなと思います。同角もあるんですけどね、同角ですと5二歩とかね、こう飛車を止める手がありそうですね。まあ、これ、まあ、7五銀ですか。7五銀と角を封じ込めるような手も考えられます。あとは王様から遠いところに銀をね、投入するので、まあ、守り重視でしたね、銀打つするとね、ちょっとやっぱりやりにくいということで、飛車が走ってきましたね。はい、どうしましょうか。ここは難しいですね。6一銀とかいきなり打っちゃう手もあるし、まあ、6三歩かな。これがね、狙いなんですよ。私としてもね、角が効いてるんで、6三歩という揺さぶりをかけて、これ6二歩成とね、玉の近くにと金ができれば大成功ですし、まあ、同金ですとね、陣形が乱れるので、特にこの歩の裏側に歩を打つ歩はね、結構受けにくいんですよね。2五飛車と勝負してくる可能性もあります。その場合どうするかですね。歩を成って攻め合ってしまうか、まあ、一回ね、8五飛車ですね。ごめんなさい、8五飛車、再三すみません。8五飛車で8三歩受けた、銀を投入してきました。これ手堅い手ではあるんですが、まあそうですね、手堅い手なんですけれども、玉からね、先ほど言ったように遠いところに打つ銀なので、まあそれほどね、嬉しい銀打ちかどうかですね。まあ、角を抑え込む専門の銀っていう感じですね。はい。で、取ってきましたか。さあ、これはね、ねじり合いですね。まあ、6五歩は第一感ですが、6四歩と打とうということですかね。で、7四歩と打って、まあ、どんどん動いてきますかね。はい。6五歩とついて飛車取りです。ここで飛車成る位置が意外とないんでね、で飛車引いてきました。少し危なそうな形になったく見えますね。こう角が効いていて、どうしましょうか。5五歩と打つ手もありますけど、ちょっと重くなるかな。
6四歩同金6二歩という手も考えられますね。ちょっとやりすぎかな。で銀をちょっとやってみますけど、ちょっと気取りすぎかもしれないですけどねはい、6四歩と打って、まあこれ5五歩と打つのは危なんで、5五歩でもね、多分おそらく不満なしですね。居飛車不満なしなんですが、さらにちょっと欲張った指し方を言ってみます。同金に6二歩と。こうね、相手の方が金銀がこう上ずっているので、裏を取ってね、と金を作っちゃおうってことですね。基本的にね、将棋はと金ができますと、こう攻めが切れなくなるので、今、すいません、玉寄ったんですけど、まあ、こういうふうにやらないと、手がね、続いちゃうってことですね。さあ、でも玉寄りしぶといてですね、どうしましょうか、ここで。難しいですよ。私も切って銀打ちかな。でもそれ金寄られて意外と大変か。さてさて、玉寄りはね、冷静な手ですね。私の方も指し方が難しいところですね。迷いますね。3二銀はちょっと重いでしょうね。金寄って気になって、それもあるんですけど、ちょっと筋が悪すぎるかな。いや、玉寄りね、さすが考えられただけあっていい手だと思います。で、同銀。飛車をね、使いたいですね。飛車を使う方法ないかなって考えてます。5五歩は同金かな。5五歩ってもありますね。で、飛車を引いて銀を打ってバリバリ同金同歩。飛車ちょっとバリバリすぎるかな。いや、これは難しいですね。私のペースを握ってるんですが、決め手がつかめるかどうかって感じですね。4四銀は筋が悪すぎるかな。同銀の。歩を打つ同銀。いや、難しいです。ちょっと考えてますね、今ね。5五歩と打つ手もありますね。揺さぶ効果があったんでね。まあ、5五歩打ちますか。ちょっと重いかな。ここで5五歩と打ってね、先ほど5五歩打つってあるって言ったんですけど、陣形を乱してるんで、少し得をしたということですね。はい。まあ、この3二の飛車をね、私の方としてできればね、使えれば、まあ、はっきりしていくんですけどね、形勢がね。まあ、逆に大体の方はね、この飛車にだけはね、絶対裁かれないようにというとこですね。もうちょっとね、筋のいい手があればなってとこだったんですけどね。まあ、4四歩と突く手もあったかな。6六歩と突く手もあったかな。今5五歩とそこでね。6六、まあそうですね、これ引かれて結構ね、大変なんですよ。骨が折れるというかね。いや、なかなか難しいですよ。相手の方、腰が重いですね。銀打つ同金同歩同飛車ですか、また。しぶといですね。で、切っても同飛車で。いや、結構大変ですかね。金を上がって厚くしますか、攻めをね。この金を導入しました、攻めにね。はい。まあ、これ6二歩は取られるんですけど、取ってくれば王様がこうどんどんね、戦場に近づくんでね。この風中ですか。この銀は働かせるとですね、やっぱりね、この、金がね、遊んじゃうと。ただ私も同金と取って銀が取れるのはね、私の方としても嬉しいので、これは同金とね、素直に応じます。で、銀が手に入るとね、6一金とかいう攻めがね、より効果的になるので、はい、駒を補充して、そうですね、金打ってきたんですけれども、どうしようか、これを逃げとくかな、また。もうどんどん攻める手も魅力、迷いますね。どんどん攻める手も魅力的です。角を引くと、角引けますか。4四歩ってことかな。角を引きますか、冷静に。6六歩と4四歩とね、ついてくるってことかなと思うんですが、そろそろ攻めたいですね。私も6一銀と打ってうまくいくかな。飛車を玉を寄ってね。玉で取ってきましたね。ただこれは王手がきつそうですけどね、角を出て。やっぱりこう歩がね、玉の近くにあると、筋に嫌味ということでね、取ったんですが、ちょっとね、こう、やはり角が出れるんでね、5四銀かな、同金。5四から銀打ってみますか。これ角が効いてるんでね、歩で取れないんですよね。で、このもうあくまでね角のさっき銀がいたんですけどいなくなったんでね、これも同歩では取れないですね。角がいるので、同金だったら4三銀とかいう感じで、そうですね、これを打ってくるかなと思ったんですが、ここはチャンスが訪れてそうですね。3分。はい。私の方はね、これ一瞬こう角がね危ないように見えて、これで攻めるチャンスなんですよね。これ金で6四金と銀どっちがいいかなって感じですね。銀でいきますか。これ角を取られても6三、すみません、4六銀ですね。4六銀と打って4七金とね打っていけば攻めが続くので、はい。これ穴熊ペースになりましたね。こう駒が取られてるんですけれども、局地的にこう王様硬いのでね、
結構角を打ってきました。まあこれは角を切って、まあ金を打っちゃうのが一番いいかな。これはね、上から押しつぶす攻めですね。まあ6三金と打って歩をなっていっても良かったと思います、ここはね。はい。こう王様をね攻める時のコツはこう上部から押さえつけるということですね。この場合、相手の5八の玉に対して、まあ、6六金、4六銀というね、金駒2枚で上からこう攻めてるのがお分かりいただけると思うんですよね。こう上からね、こう歩が伸びてこうずらーっとなんでね、まあ、今、歩なっとってもありましたけど、はい。で、こうなることで、さらにね、上に逃がさずにね、攻めることができるということです。まあ、これもじゃあ金打ちますか、石にね。歩なっていく手2分もあります。 30秒。方法としてはこうやはり玉をね上に逃さないということを徹底するということですね。はい。角をつないできました。相手の方はしぶといですね。しぶとい方ですね。これはどうしますかね。銀歩をなってそろそろ決め手がありそうなんですけどね。まあ取りますか。そうですね。いろいろありますね。まあ歩をなって同角。角を打てば王手金取りになりますね。そろそろ決まるかな。歩をなって同角で金を打つ。いきますか。まあこれねいろいろ寄せがあるんですけど、今回はもう全部ねとにかく上から押さえようでいきます、ね、上からねこれはずらっと並んでるんですけど、上からね押さえてると思います。でこう上から押さえると、まあ、玉がねこうなんていうんですかね、上部に逃げなければねすごく寄せやすいんですよ。こうね行き止まりになるんで角を取ってねこう今度は行き止まりの方に上の方に落ちちゃうとね寄せにくくなるので、そうですね、まあ相手の方粘ってますけどね、やはりここまでを得をしながらね攻めれるんで、はい。で玉は上がりました。まあどうするかですね。まあいろいろあります。ここもね。まあ4二また入ってますか。6八また入ってますか。これ馬入って飛車取りなんですが、ここのね3七の地点でばらして4六角という手を狙ってます。あ、強いですね。それを受けられました。まあこれだと角を振って、まあ駒がねやはりかなり多いんでね、これはちょっと相手の方もね粘りが難しくなりましたね。まあこういう展開になるとね、穴熊はまあいいですよね。自玉をこう心配しなくていいんでね、王様を攻めることだけに集中すればいいので。ね、やはり攻めたり守ったりってことが起こるとね、将棋って間違いやすいんですけれども、これは即詰みになりましたね。はい。1分30秒。ありがとうございました。これを勝つのは強いです。はい、いかがだったでしょうか。戦型がですね、相手の方の角銀中飛車ということでね、これは実は角銀中飛車という作戦はもう昭和の頃から指されてるね、作戦ではあるんですけれども、この近年ね、少しずつプロ間で、ね、また人気が再燃しつつある作戦でもあります。まあ、こちらの方ね、ぜひ解説戦と合わせて指し方をね、参考にしていただければなと思っております。はい、この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。